よどうも、ジャンク講座ラボです。今回はヤフオクで入手した12キロ以上ある DVD プレイヤーなどのジャンク家電を扱います。動作は未確認で購入しているので使えるかどうかは分かりませんが、もし動作して使えれば中古家電として価値があります。動作しなくても資源としての価値は残るはずです。家電雑品というスクラップカテゴリーで売った場合に、現在の相場は1キロあたりおよそ30円、だいたい12キロで360円ほどです。ちょっと安く感じますね。でも仮に動かなくても無理ではありません。動画ではまず動作確認をしてみます。製品として売れるかを判断するわけですが、動かないものについては再利用できるパーツがないかチェックし、最終的には基板やその他の資源も取り出してみて、それらを売ったらいくらになるのかも検証してみます。果たして使える製品はあるのか、使える有用なパーツは取り出せるのか、そして家電雑品より高く売れるのか。それでは検証スタートです。これらの大量のジャンク家電は過去に VHS のデジタル化をしようと思った時に一緒についてきたジャンク家電です。一体いくらになるのか、ぜひ最後まで見てください。動作の確認。こちらのメーカーはよくわからないやつですね。電源を入れてみます。ランプがつきました。ではスイッチオン。起動したっぽいです。ではトレイを開けましょう。トレイ開きませんね。もう一度押してみます。とりあえず連打。いきなり開きました。毎回この焼き鳥が必要だと考えると、これがジャンク山に入っていた理由も分かる気がします。ちょっと使いづらいです、毎回連打っていうの。でも一応再生できるかまではやってみましょう。動作確認にはいくつかのツールを使います。まず1つ目、 AV to HDMI。 これは AV ケーブルを HDMI に変換するためのツールです。2つ目、 HDMI ビデオキャプチャー。これは DVD プレイヤーで出力された映像をノートパソコンに映し出すために使います。つまり今回はノートパソコンを即席のモニター代わりに使うわけです。キャプチャーソフトはいつも USB 顕微鏡で使っている GUVC ビューを使います。GUVC ビューでおそらくガブックビューって読むんでしょうか。Ubuntu OS でも無料で利用できます。変換アダプターには別途 USB の電源供給が必要となります。画面表示されましたね。ではここでデモに DVD を入れてみます。今度はトレイが閉じなくなっちゃいました。とりあえず無理やり手で押し込んでみました。一応リモコンだと動くかもしれないので試してみます。再生できました。ちなみにトレイもリモコンだと反応しましたね。どうやら本体のスイッチが壊れているようです。でもまた閉まらなくなっちゃいましたね。一応再生はできるので使えなくはないんですけれども、使用するにはコツがいる感じですね。なのでこれを中古家電として
送るのは難しそうです。次に行きます。パイオニアの DVD プレイヤーです。こちらは最初から調子良さそうです。一応再生されましたが、なんか始まるまでが不自然に長かったですね。あと動作音が結構大きいです。こう何か回ってる音が聞こえますね。でも一応普通に動いてますので、なんとか使えそうな感じです。ただ2012年製なのでちょっと古すぎますね。一般的なリサイクル屋さんの買い取りの目安は製造から3年、ものによっては5年ですね。なのでこの DVD プレイヤーは対象外となってしまいます。ただですね、ジャンクコーナーのあるハードオフや輸出系のリユース買い取りでしたら対応してくれるんではないかなと考えられます。次はソニーの DVD プレイヤーです。見た目は良さそうですね。なんとか再生できたんですが、実はこちら2008年の製造です。なんとすでに製造から17年も経っています。これくらい古くなると逆に基板などのパーツに期待ができるかもしれません。電子基板は古い方が値段が高くなることもあります。雑品やジャンク買い取りよりも基板などのパーツが評価が高くなる可能性があります。次はよくわからないメーカーの製品です。おそらく DVD レンタル店などで激安で売られていた製品なんじゃないかなと思います。残念ながら再生はできませんでした。次は AVOX の DVD プレイヤーです。これも DVD レンタル店で見たことがある気がします。他の機種より小さいのでいくらか新しいのかもしれません。しかし再生できませんでした。お次は汚れもあり見た目の状態があまり良くない製品です。一応再生はできましたが2011年製で状態も悪いです。これも中古家電としては厳しそうですね。分解検証、分解して構造を理解しつつ再利用できそうなパーツを探します。基本的にネジを外せば外装は取り外せます。残念ながら内蔵ドライブとして再利用できるタイプではありませんでした。独自の構造で入っているものです。結論から言うと DVD レコーダーの時と違って再利用できそうなパーツは特にありませんでした。基板も電源系の茶色い基板が多く緑色のチップがついた電子基板は少なめです。ただソニーの古い機種だけは比較的大きく厚みのあるチップがついてました。かなり個体差があるようです。ちなみに一定の基準を満たした正方形の IC チップは1キロあたり1万円近くになるレアアイテムです。意外と侮れません。1キロ集めるのは大変なんですけどね、1個が軽いので。取り出せたのは大きく分けて2種類の基板です。一つは緑色で黒いチップがついている基板、もう一つは茶色の電源周辺の基板です。電源系の基板はコンデンサやトランスなどがいっぱいついていて価値は低めです。あとモーターと光学レンズの周りのパーツ、やっぱりソニーはかっこいいですね。大きめのロゴと青い色のパーツを採用しています。スライドトレイなんでこのパーツは誰もユーザーさんは見ないはずなんですけども、
こういったロゴがついたパーツが使われていました。さらに電線です。可電線は細いんですけれども、中に銅が使われているので、1キロあたり380円くらいで取引されています。そして忘れてはいけないのが鉄。今回は全て金属製の外装が使われていました。では、いよいよ査定結果の発表です。査定結果、基板やスクラップなどの合計は2600円です。実は過去動画で1キロ以下のために保管していたパーツを含まれているので、若干水増しがあります。それでも誤差は数十円から数百円程度です。使えそうな DVD プレイヤーは300円です。合計で2900円となりました。エンディング。内蔵 DVD は汎用製品ではなく、それぞれ独自のパーツだったため再利用できそうなものはありませんでした。結果として家電雑品と基板スクラップの評価には大きな差があることが分かりました。ただ今回の作業はあくまでも実験的な取り組みです。かなり大変な作業だったので、儲かるという性質のものではなさそうです。いかがでしたか？今後もジャンク品から価値を見つけ出す動画を投稿していきます。面白かった、役に立ったと思った方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。